こんにちは。4月21日木曜日です。今日もですね、また気になるニュースの方をご紹介していきたいと思います。そしてですね、毎度おなじみなんですけれども、今回も、またですね、暗い話になってますので、あまり不安になるようなね、内容を聞きたくないよという方は、このあたりでそっと停止ボタンを押していただければいいかなと思います。では内容の方を読んでいきたいと思います。現在の悪い状況はほんの始まりに過ぎない。新たなサプライチェーンショックに備えよ。今、アメリカの食料価格は信じられないほど低い水準にある。それはどういうことか。現在を過去と比較しているのではありません。今の値段と将来の値段を比べているのです。確かに今、食料の価格は高騰しています。けれども1年後、2年後には食料価格はもっと上がっているはずです。残念ながら世界的な肥料危機が収束することはなく、むしろ激化していくことになるでしょう。一方、鳥インフルエンザの大流行は世界中で何百万羽もの鳥や七面鳥を殺処分させ続けています。で、ここで一つ注釈を入れます。世界中で鳥インフルエンザが大流行ということなんですけれども、日本はどういう状況なのかということでちょっと調べました。直近ですね、4月16日のニュースなんですけれども、農林水産省は4月の16日、北海道で、鳥インフルエンザの陽性を確認したと発表しました。北海道では今シーズン初であり、国内では20例目となっているということで、こちらの記事はですね、日本語なので元記事のリンクを説明欄の方へ貼っておきます。では内容に戻ります。中国政府はコロナの蔓延を防ぐために必死になって4億人近くを封鎖しています。その結果、現在上海の沖合には数百隻もの商業船が入港を待っています。ということで、ここで一つ画像を紹介します。これ上海の港でですね、入港を待つ船舶の、これはその上空から見たなんていうんですかね、レーダーというか、そういうもので上空から見た様子なんだそうです。もうね、海が見えないぐらいですね。では記事に戻ります。これは太平洋を渡って私たちに物を運んでくる巨大な貨物船の群れの様子です。このままでは数ヶ月後には文字通り海上が船で埋め尽くされてしまいます。上海は中国でも有数の製造業の中心地で、自動車や電子機器メーカーが集中しています。また、世界最大のコンテナ港と主要の空港があり、航空貨物の入出港も非常に盛んです。現在、大規模な都市封鎖により、港のほとんどの倉庫や工場が閉鎖され、10台のトラックのうち9台は荷物を積み込むことができずに停車し、港や空港の機能は制限され、貨物は山積みになっています。言うまでもなく、世界中の大手小売業者のほとんどは、中国から輸入している商品がなければ営業できません。この悪夢のような事態が一刻も早く解決されることを祈るばかりです。世界中で食料資源をめぐる大争奪戦が始まっています。中国はこの事態を事前に察知し、これまで見たこともないような大規模な備蓄を行っています。このことは昨年の12月には明らかになっていましたが、当時はその真意を理解していない人がほとんどだったでしょう。ウクライナ戦争が始まってから各国が輸出規制に乗り出し、世界的に農産物の争奪戦が繰り広げられ、価格がどんどん上がっています。今のうちに貴重な物資を確保しておこうという動きが出てきているのです。悲しいことに裕福な国々ができる限りのものを手に入れるため、世界の貧しい地域が最も苦しむことになります。間もなく起こる世界的な飢餓の激増はとても悲痛なものになるでしょう。ここから先は高くなる一方なので、今のうちに比較的安い価格で食料を備蓄しておくことをお勧めします。ここまでが記事の内容になります。ということで後半雑談をしていきたいと思います。本当に暗いニュースが多いですけれども、私テレビをほとんど見ないんですが、3日ぐらい前に夕方のワイドショーみたいなのをちらっと見たんですね。で、そこでは値上がりがすごい
っていう話をしてました。やっと大々的にワイドショーでも取り上げるようになったのかなというふうに思いました。でもその直後になんかグルメ番組みたいなね、どこどこの何々が美味しい特集みたいなのが始まって、もうなんか頭おかしいんじゃないのかなって思います。で話を鳥インフルエンザに戻すんですけれど、日本でもねじわじわ広がってきてるのかなっていう感じがします。で、収束してくれればいいですけれど、アメリカみたいにひどくなって広がっていく可能性の方がなんとなく世の中のね雰囲気的になんとなくそういう風にやっぱり日本もなっちゃうのかなっていう気がします。で、世界有数の、鶏肉輸出国生産国の一つである、タイですね、南国タイランドはどうなってんのかなと思ってちょっと調べてみたら、タイはですね今年の1月の時点でもうすでに鳥インフルエンザ警報っていうのが発令されているぐらいで、過去12年間鳥インフルエンザは出てなかったらしいんですけれど、今年に限ってね警報レベルの鳥インフルエンザがもう出てるみたいですね。ということでちょっとだけそのニュース一部分読みますね。タイの課金の輸出は、カシコーン研究センターの報告によると、昨年2021年末以降、いくつかの国で鳥インフルエンザが発生し、その結果今年2022年は増加すると予想されています。中国、日本、オランダ、アメリカ、カナダ、エジプト、ナイジェリアはこの病気鳥インフルエンザですね、に感染していることが判明していますということだそうです。でこの記事は今年の1月に書かれたものなので、その時点で、今年はね鳥インフルエンザが増加するっていう予想がされているっていうふうに書かれているので、今現在その通りになってきてしまっているみたいですね。それで我が家は牛肉豚肉は基本的には食べてなくて、でほとんど鶏肉をいただいてるんですね。でも、こういう形で鶏肉が食べることができなくなってしまったら、それもね人間のせいなので、もうなくなったらなくなったで、もうそこは耐えるしかないかなっていうふうに思うんですけれど、ただそのタンパク源どうするかなっていう問題がありますよね。でじゃあ鶏がダメなら次は魚になるのかなって、魚の缶詰になるのかなって思うんですけれど、魚も今日本近郊で結構不漁みたいなんですよね。でそれにプラスして燃料費が高騰しているってこともあるので、そういうことを考えると、じゃあ魚もちょっとやっぱり厳しくなっていくのかなって、手に入りづらくなっていくのかなっていうふうにちょっと思ったりしています。でそうなると、じゃあ植物性のタンパク質でなんとかっていうことになるんですけれど、その代表といえば多分大豆になると思うんですが、大豆も今世界的に不作なんですよね。で日本の調味料って、特にお味噌とか醤油とかってその大豆が原料じゃないですか。なのでこれらの製品も、今後ねもっと値上がりしていくのかなっていうふうに思います。なので、最近は結構基本に戻って、玄米とかああいう主食のものと、あと基本的な調味料ですね。で特に大豆が原料の調味料はちょっと積極的に購入するようにしてます。それで最後に全然関係ない話をします。一昨日業務スーパーにちょっと行ってきて、で最近ね業務スーパー楽しくてちょこちょこ行くんですけれど、私日本に帰ってきてからカルビーのポテトチップスを買わないっていうか、もともとそんなにっていうか食べないので、もう別に見もしない、手にも取らないっていう状態がその時まで続いてたんですけれど、業務スーパーでそのカルビーのポテトチップスなんとか味みたいなのが売られてたので、こんな味があるんだと思って、思わずちょっと手に取ってみて、ちっちゃって言っちゃったんですねで、そういえばコメント欄でまだ私がアメリカにいた時にそのポテトチップスがねすっごくちっちゃくなりましたって、中身がめちゃくちゃ減りましたみたいなコメントをいただいていたのをそういえば思い出して、
あんなにちっちゃくなってたんですね。で軽って思って、これ本当に中身入ってんのかなと思って、私スーパーの中で思わず袋をカシャカシャって振っちゃったぐらいもう本当にね、思わずですよね。あまりの軽さに袋を振ってしまったんですけれど、いやもうちょっと聞いてはいたけれど、あんなにひどいことになってたんですね。もうびっくりしました。きっとね、今後こういう食品がバレバレの、サイズダウンがね、いろんな食品で見られるのかなと思うと、なんだかね、先が思いやられるなという今日この頃です。ということで今日はこの辺りで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。